皆さん、こんにちはなのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今回は、北欧のあの国、フィンランドに注目していくのだ。いきなりだけど、みんな知ってた？実は、フィンランドの交通違反の罰金って、その人の収入で決まるのだ。すごいのだ。だから、もし大金持ちの人がスピード違反なんかしたら、罰金がなんと1000万円を超えることもあるらしいのだ。知らなかった人もいるんじゃないかな。今回はそんなフィンランドからとっても気になるニュースを全部で3つ紹介していくのだ。もし今日の動画が面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。中でも特に注目なのが2つ目のニュースなのだ。ティモ・ハール・スチュワート氏、フィンランド年間最優秀科学者に選出という記事なのだ。フィンランドでティモ・ハール・スチュワートさんが今年の科学者賞を受賞したのだ。おめでとうなのだ。彼は難しい国際紛争について研究に基づいた正確な情報を発信し、世論が分断されがちな中でもみんなに理解してもらうために頑張ったとってもすごい科学者さんなのだ。でもこのニュース、実はとっても嬉しいことだけじゃない、ある課題も一緒に注目されているのだ。一体どういうことなのか、本編でじっくり見ていくのだ。さあ、みんなで一緒にフィンランドの今を見ていくのだ。最後まで楽しんでくれると嬉しいのだ。今回は北欧の美しい国、フィンランドを紹介するのだ。スカンジナビア半島の東に位置し、たくさんの湖と深い森に囲まれた自然豊かな国なのだ。首都はヘルシンキで、バルト海に面した美しい港町なのだ。かつてはスウェーデンやロシアの支配を受けた歴史があるけれど、1917年に独立を果たし、今は共和制の民主主義国家として安定しているのだ。人口は約550万人と少ないけれど、教育水準は世界トップクラスを誇るのだ。主要産業は林業や機械工業、そして情報通信技術が盛んなのだ。世界をリードするモバイル技術やゲーム開発も有名なのだ。文化面では国民にとって欠かせないサウナ発祥の地。デザインやアートも独特で魅力的なのだ。近年は世界幸福度ランキングで何度も1位を獲得し、そのライフスタイルや社会システムが注目されているのだ。スタートアップ企業も多く、未来に期待が持てる国なのだ。一つ目のニュースなのだ。10月の住宅販売、3年以上ぶりの高水準に、という記事なのだ。フィンランドでは、2025年10月の住宅販売数が3年ぶりに高い水準に達したのだ。特に中古住宅の取引が2ヶ月連続で増えて、パンデミック前の水準に戻ったのだ。合計5446個が売れて、去年より 1.8% も増えたのだ。年間で見ても2024年より 12% 以上も増えているのだ。不動産連盟のトップは、市場が正常な状態に戻ったと喜んでいるのだ。消費者の信頼が上がったことが需要を押し上げている理由なのだ。ただ、価格は首都圏で少し上がったけれど、去年に比べると下がっているところが多いのだ。オール市だけが前年比で上昇したのだ。物件が売れるまでの期間はまだ長めなのだ。新築住宅の販売は相変わらず少なくて、去年より 42.6% も減ったのだ。今後、物件が売れる期間が短くならないと価格が大きく上がるのは難しいと見られているのだ。それに、古い住宅と新しい住宅の質の違いも大きくなっているのだよ。二つ目のニュースなのだ。ティモ・ハール・スチュワート氏、フィンランド年間最優秀科学者に選出という記事なのだ。フィンランドでティモ・ハール・スチュワートさんが今年の科学者賞を受賞したのだ。おめでとうなのだ。彼はイスラエル・パレスチナ紛争について研究に基づいた正確な情報を発信し、世論が分断されがちな中でもみんなに理解してもらうために頑張ったのだ。特に難しい議論から逃げずに研究の大切さを広め、みんながちゃんと判断できるように手助けしたことが評価されたのだ。ス
チュワートさんは政治史の博士号を持っていて、中東政策や宗教的ナショナリズムが専門なのだ。フィンランド大学研究者教師組合は、彼が公の場で批判を恐れず、はっきりと情報を提供し続けたことを称賛しているのだ。スチュワートさん自身も、ガザでの出来事を証拠に基づいた分析で理解してもらうため努力してきたと言っているのだ。ただ、この受賞はとっても嬉しいことだけど、彼が所属機関との契約が終わったばかりで、研究者の仕事が安定しない問題も一緒に注目されているのだ。組合の人たちも、スチュワートさんみたいなすごい専門家でも、お仕事が安定しないのは大変なのだ、と言っているのだ。それでも、スチュワートさんは科学での未来は明るいと信じていて、これからも研究と発信を頑張るのだ。民主主義や科学にとっても、研究者が議論に参加することはとっても大切だ、と考えているのだ。賞金は5000ユーロなのだ。これは本当にすごいことなのだ。3つ目のニュースなのだ。テボイル、供給崩壊で操業停止へ、という記事なのだ。フィンランドの燃料会社テボイルが、ロシアの親会社ルコイルへのアメリカの制裁で、事業停止に入ったのだ。燃料供給が止まり、金融取引もできなくなってしまったのが原因なのだ。もう燃料の出荷は来なくて、ガソリンスタンドでは燃料がどんどん足りなくなっているのだ。テボイルは供給再開の準備はできているけど、状況が変わらないと難しいのだって。アメリカの制裁によりルコイルが対象になったことで、テボイルの支払いのほとんどが麻痺しているのだ。11月21日までは事業停止の猶予期間があるけど、フィンランド国内の企業や銀行はもうテボイルとの取引をやめているのだ。さらに、エネルギー会社のガンボウモルコイルの事業買収を取りやめたのだ。テボイルは約400のガソリンスタンドを運営していて、多くのオーナーさんが今後どうなるか不安になっているのだ。そんな中、競合の燃料会社 SEO がテボイルのガソリンスタンドオーナーさんに、うちに来ないって声をかけているのだ。SEO の社長さんも、テボイルから移りたいという人がたくさんいることを認めているのだ。ただし、SEO に加わるにはテボイルとの関係を全部断ち切らないといけないのだって。このおかげで、SEO は売り上げを増やしたり、新しいお客さんを獲得したりと、恩恵を受けているのだ。ある一方の不幸は、もう一方のチャンス、なのだね。今回はフィンランドの魅力や、経済、社会の動き、国際情勢の影響まで知れて、さらに興味が深まったのだ。住宅市場の回復や科学者の活躍、企業の挑戦から、この国の力強い生命力を感じるのだ。サウナやデザインだけでなく、変化を乗り越えるフィンランドの未来が楽しみなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。